はい、ではここからアフレコでやっていきますね。はい、今回のこちら中華そばさくらはですね、魚介豚骨系のラーメンでは僕が一番好きなお店ですね。はい。で、売りは何と言ってもこのドロドロ具合ですよね。で、こちらのお店はこの麺屋さくらっていう、この辺じゃ結構人気のお店があるんですけど、つけ麺の。で、そのお店の姉妹店なんですけども、僕は実はこっちの中華そばさくらのこの濃厚中華そばの方が好きで、麺屋さくらはすごい人気で美味しいんですけど、僕は正直そこまでなんかずば抜けて美味しいとは思わないですね。オーソドックスな魚介豚骨っていった感じです。ただこの中華そばさくらの方のこの濃厚中華そばはちょっと話が違ってきて、もうこれは僕の中でかなり上位に入るし、もう濃厚さ加減とかもう美味しさっていう面で見たら、もうなかなかこの店にかなう店はないんじゃないかなと僕は思ってます。で、メニューとしてはこの普通の麺屋さくらの方で提供してるつけ麺とかも置いてて、他にもあっさり系の中華そばとか名古屋ブラックっていうなんか黒いラーメンとかも販売してるんですけど、やっぱこの店に行ったからにはこの濃厚中華そばが個人的にはもちろん一番うまいと思ってますんで、それを頼んでほしいですね。ただここの濃厚中華そばはですね、結構人によって本当に賛否両論分かれるところもあるんで、濃厚すぎてくどいっていう人もいれば、僕みたいにもうハマり倒してまたすぐ行きたくてしょうがなくなるっていう人もいっぱいいます。なんでその濃厚とかこってりっていうのにあんまり耐性がない人はちょっとやめといた方がいいかもしれません。でもそういうのが好きっていう人は絶対めちゃくちゃうまいって思うと思います。で、麺は大盛りが無料でできるんですけど、初めて行く人は普通盛りにすることをお勧めします。俺結構僕とかでも初めて行った時大盛りにしちゃって結構くどかったんで、これ慣れないと多分大盛りって結構きついと思うんで、初めて行く人はね、絶対普通盛りにしてください。よっぽどこってりにこう耐性があるというか自信がある人だったら大丈夫だと思いますけど、そのなんかあんまりなんか食が細いとか、普段からあんまりいっぱい食べる方じゃないっていう人はもう普通盛りでも最後の方くどく感じちゃうかもしれないんで、気をつけて挑戦してみてください。で、やっぱみんなさくらって言ったらこの濃厚中華そばを扱ってるこの中華そばさくらよりそのつけ麺主体の麺屋さくら、この本店の方がもちろん有名なんですよね。でも個人的に僕はこのさくらといったらこの中華そばさくらの濃厚中華そばのお店だと思ってるんで、はい、多分少数派だと思いますけど、やっぱさくらといったらこの濃厚中華そばを食べないかんですよ。やっぱ一口目のインパクトで言ったらここのお店に勝てるとこなかなかないですからね。逆にその麺屋さくらのつけ麺はうまいんですけど、でも他の店でもあんぐらいのクオリティ出せるだろうっていう店たくさんあるんで、正直に言うと同じ魚介豚骨系のつけ麺で言えば最近この今池にできた中華そばなるってとこのつけ麺の方がさくら麺屋さくらよりは美味しいと思うんで、はい、さくら行くなら僕は中華そば濃厚中華そば食べてほしいですけどね。ただ中華そばさくらでは麺屋さくらのつけ麺を扱ってるんですけど、麺屋さくらの方ではこの中華そばさくらの方の濃厚中華そばは扱ってないんで、濃厚中華そばを食べたかったら中華そばさくらに行くしかないです。そこは気をつけてください。ここまで言えばね、僕のこの濃厚中華そばへの愛が分かっていただけたと思うんで、早速本題の濃厚中華そばの説明に入りたいと思うんですけど、まずこのビジュアルが最高っすよね。もうこれ動画でも伝わってくるんじゃないですかね、このドロドロの極地で。まずはスープを一口よと思ってもこれ粘度が高すぎてもうレンゲでうまくすくえないほどのドロドロ加減ですからね、最初の方で。これ今回大盛りで注文したんですけど、これ量は一見そんなに多くないように見えるんですけど、実はこれ器の底がめっちゃ深いんで結構ボリューム満点です。で、スープを飲むとですね、これもちろん濃厚でやばいんですけど、なんか後味に魚介の出汁の味が香ってすごい美味しいです。で、麺は結構柔らかめなんですけど、もうこれでもかっていうぐらいスープが絡みつくんで、もう麺を全て食べ終わったらもうだいたいスープはもうほとんどなくなってますね。もうそんぐらいの絡みつき具合です。で、ネギとかメンマのシャキシャキ感もアクセントになって楽しいですね。チャーシューは結構脂身が多くてトロトロになってて、これまたスープとマッチするんですよね。ちょっと写真貼りますけど、これ卓上にこれスープ割り用のゆず入りのスープが置いてあるんですね。で、やっぱりくどくなってきたらこれで割ってみるのもありだと思うんですけど、僕は、今回ちょっと入れてみましたけど、普段は入れないです。多分これを入れなの麺っていう人はそもそもこの濃厚中華そばあんまり好きにならないかもしれないです。っていうのもこの濃厚中華そばにハマる人って大体もうこれ割らずにもうごくごくいっちゃうんで、でもその辺はね最後はお好みで飲んであげてください。
あと卓上には唐辛子とか胡椒とかも一応置いてあるんですけど、使う必要もないくらい味のインパクトが強いんで、多分使わなくてもいいと思います。ただ大盛りにするとやっぱりね、最後の方若干飽きてくるかなっていうこともありますけど、ただ一口目のインパクトに関してはね、なかなか他店では味わえない味だと思うんで、かなりおすすめです。あと言い忘れてたんですけど、器が特殊な作りなのか知らないですけど、なんか全然冷めなくて、もう最初から最後までめちゃくちゃ器熱いんで、もう本当にラーメンずっと熱々なんですよ。僕は違うんですけど、その猫舌の人とかってもう結構きついと思うんで、もう一生食べれんとか言っとるんで、僕の友達の猫舌の人とかね、その辺は気をつけて食べてください。あとここご飯が結構なぜか売り切れになってることが多いんですけど、ご飯がもしあったらご飯絶対注文した方がいいと思います。それを入れて雑炊にしたらもうめちゃくちゃ合うんで、それは一回食べてみることをおすすめします。このドロドロさ加減で合わないわけないですよね。ただ何度も言うように結構ラーメンだけでもボリューム多いんで、余裕がある時にこのご飯をぶち込むっていうのをやってくださいね。いろいろ言いましたけど、やっぱり食べてみたらわかると思います。で、何度も言うように人によって好き嫌いが結構かなり分かれることもあるんで、このラーメンがもし気に入った人は多分動画で紹介している僕が美味しいと思った料理は多分全て美味しいと思えると思います。それぐらい僕にとってソウルフードと言っても過言ではないです。冒頭にも言ったようにね、ここは魚介豚骨ラーメンの中で僕が一番好きな店なので、やっぱど濃厚にチャレンジしてみたい方とかね、そもそも濃厚なラーメンが好きな人とか、食べない手はないと思うんで、ぜひぜひ足を運んでみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもこのような僕が美味しいと思ったお店のですね、なるべく有益な情報を、小ネタを挟みながらお届けできればなと思います。もしこのお店美味しそうだなとか行ってみたいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。